アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしておりますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回はアメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、一番古いというのは薄々知っておられる方多いと思うんですけども、そこからどんな歴史があって今ここにインディアンモーターサイクルがあるのかという歴史を知ろうという動画になります。こちら3月16日にノース大阪インディアンモーターサイクルさんのグランドオープンのイベントの企画としてインディアンの歴史を知ろうという勉強会をさせていただいたんですけども、その時の資料をもとに皆さんにもインディアンの歴史ちょっとお話ししていきたいなと思います。なぜインディアンの歴史を知っていただきたいかなというところなんですが、インディアンモーターサイクル創業当時から現代に至る精神的な部分、ものづくりの根底に流れている情熱みたいなものが熱くて、その辺いろいろ知っていただくとインディアンの歴史を知ると相棒をもっと好きになる、誰かに話したくなる、そんな乗り物じゃなくて人生を満たしてくれる相棒としてインディアンモーターサイクル話したくなるネタたくさんありますよというところで歴史を取り上げていきます。まず1901年始まります。アメリカ最初のモーターサイクルブランドの誕生。こちらスライド左と右に1人ずつ自転車にまたがっているのが左側、オートレーサーもしていたジョージ・ヘンリーさん、右側が名エンジニアだったオスカー・ヘッドストロムさん、この2人のタッグでインディアンモーターサイクルスタートするんですけれども、ジョージ・ヘンリーさんはね、当時すごく娯楽として人気があった自転車のレースでも活躍しているレーサー兼実業家で、自転車メーカーもやってたというような人です。右側のオスカー・ヘッドストロムさん、この人はジョージ・ヘンリーとは別の会社、別のブランドのエンジニアをしてたんですけども、結構ね腕利きあったのでジョージ・ヘンリーさんが一緒にやろうぜと、面白い乗り物を作ろうぜということで2人でスタートさせたのがインディアンなんですが、1901年、その当時アメリカはどういう状況やったかというお話なんですが、皆さんご存知だと思います。人類初の有人飛行ライト兄弟が空飛びました。1903年馬車から自動車へと産業の大発展が始まるような予感がしてた当時で、こちら左側フォードのモデル T という自動車が発明されて大量生産に入っていく流れ、新しい技術が盛り上がってきましたよという時代です。こちらね1902年のキャメルバックというインディアンのバイクなんですけども、これちょっと見ていただくと後ろタイヤの上についてるこのコブみたいなやつにガソリンとエンジンオイルを入れてシングルのエンジンで走るという仕組みになってまして、キャメルバックっていうのでラクダのコブですよというような名前のモーターサイクル、これが初号機と同じタイプの車両になります。よく見ていただくとエンジンが乗っかってるところがフレームの一部になってるんですけど、当時ね自転車にエンジンをつけるっていうメーカーは他にもあったんですけど、あらかじめ自転車にエンジンをつけるっていうメーカーがほとんどだったのに対して、インディアンはエンジンを積むことを想定したフレームを作るという感じで、もう生まれた時からモーターサイクルだったというように伝わっております。1901年から1910年代世界最先端を行く技術で世界最大のメーカーになっていきます。こちら画像の左側V 型エンジンがついているキャメルバック、右側が1910年のインディアンなんですが、この写真ねわずか10年で大きく車体の雰囲気変わってるんですけど、タンクフレームと V 型エンジンとシートフロントフォークあたりのバイク前としたどんどん洗練されていったバイクのスタイル、この時世界最先端を行っていたインディアンの技術というのがいくつかありまして、二段変速のミッション、あとはチェーンドライブ、セルモーターとかキャブレターを発明したりとか、自転車にエンジンをつけましたっていう市場だったんですけど、そこにね変速するミッションとか、あとは当時は動物の皮がチェーンの代わりやったんですけど、金属製のチェーンドライブを開発してバイクに積んだり、セルモーターキャブレター発明してつけたりとね、イノベーションを起こしまくってアメリカの一大メーカーとして名前を売っていきます。そんな1910年代、こちらですね1911年には伝統あるマントの TT レースで快挙を成し遂げるということなんですが、マントの TT レースっていうのは今でも行われてまして、イギリスの
万島という島封鎖して一周どれだけのスピードで回れるかという結構過酷なロードレースなんですけども、それね1911年1234インディアンが独占と、これが世界的にもかなり衝撃で、イギリス車以外が優勝したのは1911年のインディアンが初めて、かつワンツースリーフィニッシュやってしまうと、世界中に高い技術を示してサプライズを起こしたぞと、そんな1911年。そして1920年代に突入するんですが、アメリカではね第一次世界大戦が終わって戦争に勝ったので、アメリカ経済が急成長していきます。で、都市部は急激に近代化して娯楽が大衆化。この時発明されたラジオがですね、めちゃくちゃ新しい娯楽として浸透しまして、そのラジオ番組を聞くっていう娯楽もすごい流行ったんですけど、そこに CM をつけると、今でいういわゆる広告ですね、マーケティング広告っていうのも生まれまして、爆発的に流行ったラジオという娯楽で、爆発的にたくさんの人にいろんな商品を紹介できる CM というものも発明になったこともあって、企業としては大量に作って大量に売る、で消費者としてはいろんな魅力的な商品の情報が入ってくるからすごい欲しいものがたくさんある。都市部は近代化して経済が成長しているので、ものすごくバブル状態が来まして、世界的にも狂乱の20年代と呼ばれてるんですけども、空前の経済成長、そんな1920年ですが、ここで1923年にインディアンモトサイクルという名前に社名が変更されます。その技術革新、インディアンも漏れなく深まりまして、1920年にはインディアンのスカウトで、1922年にはインディアンのチーフ発売されます。これもね、技術力や商品の丈夫さ、信頼性に関しては1901年から20年かけてアメリカで培ってきた実績があるので、インディアンのスカウトもチーフも大変よく売れました。こちら1920年のインディアンスカウトは、その後2024年ですね、デザインワークに敬意を払った新型スカウトシリーズが登場しております。また別の動画で新型スカウトシリーズのデザインワーク深掘りしている動画あるので、概要欄ぜひチェックしてください。同じく2022年にはインディアンチーフ生誕100周年を機にチーフシリーズが誕生しております。こちらもねデザイン見どころたっぷりありますので、別の動画でまた取り上げさせていただきます。1920年代スカウトとチーフ非常に人気があってグイグイ行ってたインディアンなんですけれども、1929年株価が大暴落。これはアメリカのマーケット全体で株価が大暴落しまして、いわゆる大恐慌、世界的に大恐慌時代突入する10年になってしまいます。アメリカの経済が徹底的に破壊されまして、こちらね画像出てますのが炊き出しに並ぶ労働者とか、あと銀行がどんどん潰れていくので預金が心配で銀行の前に集まってくる労働者さんとか、そういう世相を表した画像になってるんですけども、インディアンもその波に飲まれてしまいまして、1931年にはデュポンという財閥に買収されて経営陣が交代。ここから大不況を乗り切るチャレンジをしていきます。こちら1939年のインディアンチーフなんですけども、デザインね、リアフェンダーの角度とかカラフルなデザイン、カラーリングなんですけど、これがねデュポンに買収されたことによって起きたプラスの内容になってまして、デュポンもともと塗料メーカーもやってたので、より鮮やかにたくさんの色が使える、より美しく塗装も頑丈になったことプラス、デュポンがインディアンを買収した時に親会社だったのが自動車メーカーやったんですけど、そこのねデザイナーさん、ブリッグズ・ウィーバーさんっていう人がチーフのデザインをね一新しまして、骨格は一緒なんですけど、前後の流れるようなフェンダーのスタイルとか、タンクの流線形の形とか、その辺のねいわゆるアメリカンモーターサイクルの原型になる形っていうのもこの時期に生まれます。この時ですね、割とたくさんのモデルを販売してたインディアンなんですけど、ここでね大不況を乗り越えるアイデアとして、一旦スカウトとチーフだけに生産を絞ろうと、実用性よりも趣味としてのモーターサイクルとして経営方針を明確に固めていきます。スカウトとチーフ、趣味で乗るかっこいい乗り物というところを訴求していく中、もっと遠くに行きたいと、インディアンのバイクもっと早く遠くに行きたいという趣味の要求に応えるために、他のメーカーを買収して、この時生まれたのが直列4気筒インディアン4というバイクになってます。1930年代デュポンに買収されてから経営は安定して非常に
上向いていくんですけども、その後1940年代第二次世界大戦に突入していきます。ここからがちょっとインディアンモーターサイクルの未来に関わってくるお話になるんですが、インディアンのバイク、もともとフランス軍用のバイクを専用で作ってました。インディアンの 741B という軍用車なんですけれども、その後アメリカ軍用も作ることになりまして、ヨーロッパの戦線で使われる車両たち、フランス軍用のものとアメリカ軍用のもの、インディアン、あとはね BMW とかハーレー・ダビッドソンも軍用のバイクを当時連合国軍に作って納品してました。ここちょっと豆知識なんですけど、インディアンってヨーロッパで結構人気があるんですが、それなんでかというと、この戦争の時に活躍したバイクたちが戦争が終わりました。その後フランスにそのまま残ってたり、ヨーロッパでそのまま残ってたりしたものが戦争で活躍したかっこいいバイクやと、インディアンっていうバイクやというところで認知度、昔からね第二次大戦を機にヨーロッパでも非常に認知がされていたというような舞台裏もありました。1930年代から業績上向きになってきてたインディアン車は軍事特需、いわゆる軍用のものを作ってめちゃくちゃ売れる時代やったので、ここはさらに儲けを出そうと回復を期して生産の全部を軍用に振り向けるという経営判断を下します。戦争が1940年代半ばに終わりまして、若者たちが帰ってきます。アメリカ本土では空襲などがなかったので戦争っていう暗いイメージはなかったそうなんですけど、やっぱりこうどこか自粛ムードやったところから一気に自由の時代が到来したぞということで、戦争から帰ってきた若者たちによるバイクブームが巻き起こりまして、カスタム文化が花開き始めたり、同じ戦争で体験を共有した仲間とつながっていきたいということでモーターサイクルクラブなどがブームになります。この時 100% 軍用のバイクを作ってたインディアンなんですが、戦争終わったので一般向けのバイクも作って売ろうと今やと始めるんですけど、戦争の間中一般向けのバイクを作ってなかったもので、売るお店たち、ディーラー網がなくなっておりまして、戦争の間ハーレー・ダビッドソンは一部民間用に生産、残りを軍用に生産という形にしてたので、ハーレー・ダビッドソンに思いっきり差をつけられてしまいます。ハーレー・ダビッドソンすごかったのが、戦争中に高性能なエンジン2回モデルチェンジしてまして、戦争が終わってバイクが欲しい、みんながバイク欲しい欲しいってなってる時に、インディアンは売るお店がない、バイクはあるけどハーレーと比べると2世代ぐらい前の仕組みになっていると、いわゆる旧型のバイクというようなイメージになってしまったので、ここで一気にインディアンの経営が厳しく、終戦後の経営危機が訪れてしまいます。というわけで今回はちょっと長くなるので前後編に分けたいなと思いまして、インディアンモーターサイクルの誕生から絶頂期になる1920年30年代、そしてその後のインディアンの命運を大きく左右してしまう1940年代の第二次世界大戦前後についてお届けしてみました。後編の動画では誰も見たことがない、これインディアンなんかというように浮き沈みを繰り返す、そして力強く復活した現代のインディアン、歴史は続いてまいりますので、後編もぜひ楽しみにお待ちください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしております。チャンネル登録、高評価、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどありましたらコメント欄で気軽に教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。